きまちゃんの裏科学講座。わー。はい、こんにちは。アナリティクスの解析から、ルプ主脳内のおじさんに刺さるキャラコンテにて選出され、同キャラで実際の声の人が配信してるけどそちらとは一切関係ない、中の人が喋らないタイプのフリー素材の野生の VTuber、めいめいひまりこと、きまちゃんですよ。このシリーズでは、巷でなんか話題になってるけど、間違ってたり信憑性が曖昧な科学関連の話題を取り扱っていきますよ。では早速今回のテーマに入っていきましょう。本日のびっくりドッキリ科学はこちら。思考は現実化する？これはかなり有名なやつですね。本屋に行くと、決まった感じの顔をした著者の似たような本が一角にまとめておいてあったり、お薬で捕まっちゃうタイプの芸能人がそういえばそんなようなことを言ってたな、ということがよくあったりする気がします。こういった話では、しばしば心理学や精神医学や量子力学との関連性が匂わされたりしていますが、実際のところ、この話にはどれくらい信憑性があるのでしょうか？細かく分析してみていきましょう。1920年代頃、アメリカの作家、ナポレオン・ヒルという人はこんなことを考えました。うわぁ、金がねえ。起業してみたけど失敗してまったし、日銭を稼ぐだけでいっぱいいっぱいや。畜生、なんでワイは金持ちになれんのや。ワイみたいな貧乏人と億万長者には一体どんな違いがあるっちゅうんや。そういえば、大金持ちの人はよくかっちょええこと言っとるな。多分金持ちには金持ちたりいるしそうちゅうか、哲学みたいなもんがあるんやろな。しかし、ワイも同じようなことを考えとったりはするが、なぜか成功せえへん。この差は何やねん。考えはそんなに違わへんのに成功と失敗に分かれる違い。そうや、ワイは思いついてもいつしかそれとは違うことを考えとったりする。対して、金持ちはみんな自信満々に生きる。これはつまり、思いの強さが違うんや。人間の意識は宇宙とつながっとると山先生の本にも書いてある。これや、この考えを本にしたら売れるで。でもワイ、物を書くのはあんま得意あらへん。ノーザちゃん、ワイのこの考えを本にするのを手伝ってや。よし、できたで。題して、思考は現実化する。これはベストセラー間違いなしや。これでワイも金持ちの仲間入りやで。ヒルさんは、お金持ちの人と自分のような貧乏人との間にはどんな違いがあるのかということを考えました。その中で、お金持ちさんが表向きとしてはいつもなんかそれっぽいことを言うのと、当時流行していたニューソートというキリスト教系の新興宗教思想の中の、人間の意識と宇宙はつながっているとする思想を混ぜ合わせ、何かを強く思うことが現実に影響し、それが成功につながるという憶測に至りました。そしてこの考えを著書として出版しました。当時は本はそんなには売れなかったみたいですが、この考えはじわじわと自己啓発界隈で広まり、今現在でも語られる成功哲学の大きな潮流の源流となりました。これが思考は現実化するという思想の成り立ちとなります。それでは、この思想にはどれだけ信憑性があるのかを分析していきましょう。まず、この文言そのものについて。これは定義と解釈によります。例えば、お腹が空いたからご飯を作って食べるといった行為において、ご飯を食べたいという欲求とご飯を用意するという思考の働きにより、自己の体という高架器を使ってご飯を食べるという行為が実現しています。これは思考が現実化しているとして、自然言語の表現として成立します。しかし、病気や障害などで体が動かない、あるいは諸事情によりご飯が用意できないとした場合、どれだけ食べたいとか用意しようと思っても、それは実現することがありません。こういう意味では、思考が現実化しないということも間違いなくあると言えます。また、最新の神経科学の観点では、動物は何かの行動を起こす前に脳で活動電位が発生しており、
それは思考としての判断のタイミングの自由度すらも規定つけていると見られることから、思考そのものもいわゆる自由意志と呼べる性質のものではなく、刺激と反応をめぐる神経系の働きの副産物として錯覚している幻想という見方が強くなっています。これが事実であるとした場合、その幻想を思考とするという定義であれば思考の現実化は前述のように限定的に肯定されますが、思考は自由意志に基づくものと定義した場合、その平等自体が根底から崩れることとなります。このように、思考が現実化するという文言の正当性は定義と解釈によるものとなり、命題とした場合、厳密な条件が設定されていないためこれ自体が不成立ということになります。簡潔に言うと、そうであるとも言えるしそうでないとも言えるということですね。これは、この発想の元となったニューソートの、意識が宇宙とつながっているといった思想にも当てはまり、同じ性質のものとなっています。この宇宙の生命は当然この宇宙という集合の中にある集合であり、そういう意味ではつながりは確かにあると言えます。ただし、外宇宙からやべえやつが来たので惑星を質量兵器としてぶつけろ、なんて言われたところで、いくら強く意識して念じたところで当然そんなことは実現しません。そういう架空の物語を作品として作り出すくらいが関の山です。しかしうがった見方をすれば、その作品も宇宙という集合の中の存在であるため、違うそうじゃない、感はすごいですが、言語表現としては、意識が宇宙とつながることによる現実の権限と言えなくもないとも言えます。そんなわけで、思考が現実化するという文言は意味が曖昧であり、それ自体は評価できません。しかし、この文言を主題とした著書全体の文脈が、思想としてどういうことを示唆しているのか、ということであれば明確に評価が可能となります。この思想が示す文脈全体をまとめると、成功者はその立場を確立するためにそれに関することを強く思い描いているため、その思考が現実に影響して成功者という立場を確立させている、ということになります。これを抽象化していくと、成功者ならば強い思考、反対に、強い思考ならば成功者、と表せます。これをさらに形式論理学的に表すと、A ならば B の時、B ならば A、となります。ではこの関係が成立するのか考えてみましょう。X イコール1ならば X 次乗イコール1は成立します。逆にしてみましょう。X 次乗イコール1ならば X イコールプラスマイナス1となります。おや、1という解は同値ですが、マイナス1という解については同値ではありませんね。そうなのです。論理的に A ならば B が成立したとしても、反対の B ならば A は必ずしも成立しません。こういう、前件から後件に向けては成立しているからその逆も正しいと単純に結論つけてしまうことを、後件肯定の語尾と言います。つまり、キルさんの言っていることはこの後見肯定の語尾にあたり、思考は現実化するので思考さえすれば成功者になれるという思想は誤りとなります。すでに自己啓発にはまってバイアスマシマシになっちゃってる人は、これを聞いても狐につままれた感じになるかとも思うので、もっとわかりやすくこの理屈を適用してみましょう。うんこがあります。うんこは臭いです。では臭ければうんこでしょうか？そうとは言い切れませんね。臭いものにはうんこ以外にも、納豆とか、シュールストレミングとか、洗ってない犬とか、清潔には気を使っているもののアポクリン感染の発達が著しいタイプの男の人とか、そもそも清潔じゃないお風呂キャンセル界隈の女子とか、いろいろなものが存在します。うんこみたいな匂いに条件を絞ったとしても、うんこみたいな匂いの口臭の人もいたりします。以上、証明終わりです。ではどうやったら成功者になれるんだと癇癪を起こす人もいるかもしれませんね。そんなものは運です。多少事象を含め、成功者と呼ばれる立場の人がなんかそれっぽいことをよく言ったりしていますが、形式的な方法論については別として、成功哲学的なものはほぼ全て嘘です。少なくとも私の知る限りでは、経済界の著名人でこれについて正しい認識を言葉に残しているのは、全世界の近代以降の歴史の中では、任天堂の3代目社長の山内博さんくらいしかいません。これは、物理学で考えるとよりわかりやすくなります。自然という物理システムは、多体の相互作用による帯域的な事象としては、
カオス力学的な領域も含めてほぼ決定論的平等に従います。ラプラスの悪魔という根源的な矛盾をはらんでいるにせよ、体域としての事象そのものを考え方一つで任意にコントロールしようなどということは不可能です。いかなる操作をしようと節動による上乱は避けられず、ある人間個体という非常に大きな変数を持つ物理システムが、その多体としての人間社会というそれ以上に膨大な変数を持つ領域で、未来において対極的な願望を叶えられるかといったような命題は、例えばブラックホールモデルを理論立てるよりはるかに困難で、カオス理論的に実質的に不可能であり、量子論的に本質的に不可能です。簡単に言うと、人間も社会もいろんな物事と相互に関係するので、ある時点から見た未来において対極的な結果がどうなるかなどというのは予想できず、よって哲学的な指針一つでコントロールしようなどということは土台無理な話だということですね。仮に何かしらの目論見が当たってうまくいったとしても、それはそのプロセスが厳密に正しかったということにはならず、それをしなければ避け得たさらに未来の重大なリスクを背負っていたり、全く違うプロセスによりたまたま成立していて、盲信して突き進めば進むほど墓穴を掘る確率が上がっていく、ということも十分にあり得ます。例えば、近年の世界情勢を当てはめてみましょう。世界第2位の軍事力とされ、圧倒的戦力差でウクライナに勝利すると予想していたロシアは、その予想から大きく外れてすでに5年目に突入し、国力は大きく疲弊しています。急成長により世界第2位の経済大国となった中国は、不動産バブルが崩壊し、その事実の隠蔽に努めていたのにそれがもう周知の事実として表出し、もともと海外の投資という幸運が主要因だったにもかかわらず自己の優秀性を誇示して、クソバカな外交態度で自分の首を絞め、なかなかの角度で破滅に向かいつつあります。最大最強の国家アメリカは、抜きんでた軍事力でイランに早期決戦を仕掛けましたが、ただでさえ強引な手法だったのにイスラエルと共闘したことで世論向けの大義にも致命的な障害が生じ、原油価格の長期不安定さと今後の外交における信頼関係に大きな問題を残したまま、現政権にとっては進むも戻るも茨の道となる中間選挙に突入する見込みとなっています。そしてこのいずれの国も足元の内政はガタガタであり、落ちぶれたと言われがちな今の日本から相対的に見ても、平均的な国民生活は明らかに豊かではありません。何かしらのパラメータの国際順位というトロフィーを得たり、それによる国家間の力関係で外交的に優位に立とうとも、これでは国家の存在意義として本末転倒です。美味しい味噌汁を作ろうとして具を高級食材に厳選したものの、肝心の味噌を入れ忘れているようなものです。コントロールできない性質のものを過信や盲信により無理にコントロールしようとすると、こんな具合に、目論見から大きく外れてより不安定になっていったり、大事なものをどこかに落としてきてしまうリスクが発生してくるわけですね。そんなわけで、境遇自体はどうしようもないので、自分の境遇や世の中の仕組みをよく分析し、可能な限り最適な解を求めて行動していくというのが成功の確率を上げる唯一の方法と言えますが、それでもダメな時はダメだったり、がむしゃらに動いてみたら当たることもあったりするので、結局のところ、最終的には運です。なので、より予測がつかなくなるような対極的な将来の成功というトロフィーではなく、無理のない範囲でやりたいことや確実にできることを様子見しながらやっていくというのが、安定度を保ったまま幸せを追求していける手法なのではないかなと思います。話を少し戻して、物理学的に事象がほぼ決定論的であるということについて、この部分に潜り込んでいるのがこういった成功哲学の疑似科学的亜種である、量子力学と結びつけた自己啓発思想の基本概要となっています。前述の通り、多体における事象はほぼ決定論的平等に従います。なので、ある人物の成功という社会的称号については運でしかないということになりますが、では決定論的ではないとしたらというのがこの思想が主張する要点となっています。量子力学では、情報の量子化領域では状態が決まっておらず、観測により初めて確定します。よって多体における事象も本質的には決定論的ではないという結論が導かれており、これは事実と言っていいレベルで否定のしようがないほどこの分野の研究で裏付けられています。なので、
今現在の科学の結論として、確かに現実は本質的には決定論的ではありません。これをもって、成功を含む事象は何かしらの別の要素に規定されている。それが宇宙とつながっている思考だ。というアナロジーがこの思想の元となるわけですね。なんでそうなると思ったそこのあなた、正解です。この思想には因果をつなぐ論拠が欠落しており、主張が飛躍しまくっています。この思想については以前の動画でやっていますので詳しくは割愛しますが、まず、思考が現実化するので強く思考すれば成功するということが否定されているので、この一点においてだけで、この主張は決定論的かどうかという論理軸以前の段階で根本から崩れます。さらに、量子の観測結果という事象は、例えば2価の粒子の場合、どちらの状態が決定するかは 50% なので、何をどう思おうが関係ありません。50% でどちらかになるだけであり、こういった量子多体の組み合わせである事象が取る形態について、ある価値観にとって望ましい結果を得られるかどうかということは結局運でしかありません。波動が出てるからどうのこうのという謎の文脈もよく見受けられますが、人間も原子でできているので物質波は出ているということになり、見えるので可視光を放射しているしサーモグラフでモニタできるので赤外線も出ているのは確かですが、それに思考が関係した域的な事象をダイレクトにコントロールできるという理屈は成立しません。総括すると、この思想は、物質は粒子であり波でもあるという、前期量子論の時点の言語的表現を何か勘違いして解釈し、現在進行型で否定され続ける隠れた変数理論に類似するものに、意識という要素を雑にトッピングした妄言であると結論付けられます。そんなこんなで、思考は現実化するという文言を使った成功哲学は間違いであり、こういったことを行動指針とすることは全くお勧めしません。それでも、まあこういうのが好きなら趣味としてたしなんだりネタとして楽しむのならありかな、とも思ったりするのですが、近年の精神医学及び心理学の研究において、これを放置することの危険性が分かってきました。ということで、続きは次回に持ち越しとなります。環境のせいか、動画があんまり長いとエラーが出る傾向があるので許してください。今回の参考文献については、ここまでの部分は自前で論理展開しただけなので特にありません。それでは今回はこれでお別れです。チャンネル登録するかどうかはお任せしますが、できればもう一本別の動画を見ていって、やっぱり登録してくださいお願いします。あといいねと、俳句とかいう機能がついたみたいなのでそちらもよろしく。あと、学校や職場の友達同僚、親兄弟親戚、近所のおじさんおばさん、であった知らない人に宣伝しておいてください。